麺すごいな。麺うまっ。めちゃくちゃうまい。すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、もう季節がねすっかりもう冬の様相を呈してきてますね。めちゃくちゃ寒いでちょっと厚着してきちゃったんですけど、今月12月にオープンしたてのお店に突撃ということでこちらです。ドン。 JR 両国駅から徒歩6分くらいのところにあります手打ち蓮さんにお邪魔してます。こちら蓮さんはですね11月からプレオープンを開始しておりまして、そしてバシッと味を決めて12月1日にオープンした出来たてほやほやのお店です。年の暮れにオープンということで、ね、本当におめでとうございます。そしてこちら手打ち蓮さんでは都内でじわじわと人気を博しつつある国産小麦のもち姫という小麦粉を使った手打ち麺がいただけるということで、出来たてほやほやの新店なんですけれども、ラーメン経験は確かな店主さんが作る一杯が美味しいらしいですね。さらに手打ち蓮さんは手打ち麺ということもあって1日に提供できるラーメンの配数がだいぶ少ないらしいんですよ。若干ね売り切れも怖いなとか思いつつね、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあというわけで両国駅近辺降り立ってきまして、この間も言ったの両国なんかつけ麺すすりますね。それ大盛り無料の本日行くお店が手打ち蓮さんということで、最近家系ラーメンもちろんね東京都内めっちゃ盛り上がってますけど、手打ちラーメンっていうブームもね一つあるんですよね。やっぱでも手打ちラーメンって店主さん自身の手でねこう手を打たなきゃいけないというか、麺を打つスタッフが絶対必要なんで、あんまりこう大きく展開できないっていう部分がありまして、あとやっぱ手打ちなんでこう1日でね提供できる麺の量に限界があったりとか、そんなにこう大きく広がっていく感じじゃないと思うんですけど、でもやっぱり手打ち麺でやりたいっていうこの情熱を持って作る店員さんも結構いらっしゃるので、そういう意味ではねニッチではあるんですけど、広がっていくジャンルなのかなと思ってます。はい。そんなわけでね今回も皆さんからたくさんのコメントいただいておりますので、ちょっとコメントを読ませていただきます。ぜひ代々木にある奈良製麺さんに行ってほしいです。替え玉は月見がおすすめです。替え玉もあるんですね。なんかうどん屋さんかなんかがやってるラーメン屋さんですよね確かね。奈良なんでこの奈良が読めるかっていうと、昔日本代表のゴールキーパーして奈良崎っていう選手がいたからですね。そうか、奈良製麺なんやかんやでいけてないんですよね。でも月見あえ玉はちょっと気になるかも。これあえ玉目当てで行くっていうのもありかもしれないですね。八王子にも千歳っていう町中華の名店がありますよ。ラーメンはスープ真っ黒、カレーも極上、ホイコーローも日本一、ホイコーロー日本一行ってみたい。千歳ってあれですよ、なんか八王子ブラックみたいな感じで言われてるお店ですよね。ほんとそのいわゆるそのブラック系といえば富山ブラックとか、あとちょっとマイナーなブラックでいうと郡山ブラックとかね、なんかそういうブラック系のラーメンって意外とあるんですけど、この千歳さんっていうお店はね、町中華っぽいお店でブラックラーメンを提供してるお店なんですよね。そうか、カレーもあるんですよね。でもホイコーロー日本一と言われたらちょっと気になりますね。ホイコーローのね濃ゆい味付けとねご飯で一緒に行くのがすげえ好きなんだよな。さらにでもラーメンもブラックだから結構ラーメンもガツッと醤油効いてそうですけどね、結構パンチのありそうな味ですね。結構前のスガキ屋の動画にねコメントしてくれた方がいらっしゃいまして、昭和42年生まれのジジイが、昭和42年ですよ、うちの親と同じぐらいの年齢ですね。小学生の頃スラーメン1杯120円、ソフトクリーム80円、100円ぐらいだったんですよ。すごいね、めっちゃ安い。ラーメンとソフクリ食べても200円前後ってやばいな。うちは両親がいなくて祖父母と弟で住んでたんですが、当然ながら貧乏で新聞配達をして自分や弟の小遣いや家の生活費に充てていたと。だからスガキ屋は弟や連れと一緒に行きみんなで食べてました。いや思い出の味って感じなんですねやっぱね。でも200円でねラーメンすすれてさらにソフトクリームまでって言ったら、それはなんか弟さんとかめっちゃ喜びそう。本当に当時趣味だったモデルガンを買いに行きつつ、行きがけの途中にあるボーリング場の店内にあるスガキ屋に寄ったんですよね。今は懐かしい思い出です。その子供の頃に食べてたお店とかっていうのはね、もう今食べてもやっぱりなんかその頃のその風景だったりとか匂いとかね、そういうので結構思い出したりしますからね。僕もこういうね思い出のお店で行くと、それこそ地元で行ったらね結構ラーメンか月あらし、割とマジで思い出の味というか、結構週に1回家族でラーメンか月あらしに行くのすごい楽しみだったのもあるし、高校時代とかだとね地元だとスタミナ一番っていう、ここもねラーメンが500円でめちゃくちゃ安いんですよね。高校時代のね悪友というか、悪い友達がいて悪友がいたんですけど、ちょっといろいろ遊んだ後ねこのスタミナ一番でラーメンをすすって帰るみたいなの結構やってましたね。栃木市にオープンした麺屋王子行ってほしいです。行ってみたい。群馬の有名二郎系店大蛇出身の店主さんが作るラーメン、汁なしともに最高です。もちろん麺はウルトラハード変更可能ですよ。変更可能ってことはノーマルのラーメンもあるってことなんだ。じゃあ大蛇のスープでノーマルの麺で食べれることってなかなかないんで、大蛇譲りの美味しいスープと、もちろんねでも結局ハード麺行きたくなっちゃいそうですけど、でも大蛇出身なんですね王子さんって。ここちょっと気になったんですよね。結構なんか評判も良くて周りからのちょっと気になってます。行ってみたい。大慶下井草店の味噌ラーメンをぜひ。大慶って下井草にもあるんです。ここなんか阿佐ヶ谷にあるイメージでしたけどね。昼時に行くとセルフで盛るチャーハンも無料です。チャーハンが無料すごいな。
今時この時代に。大慶といえばね、いわゆる背脂味噌ラーメンが有名なお店なんですよ。朝霞にあるんですけど、下井草にもあったとは知らなかった。しかも無料のチャーハンやばいね。米編に乗ってくれ乗せました。部の極みという家系ラーメン屋さん、めっちゃ美味しいだけでなく接客態度もピカイチなのでおすすめです。ここは金賞の店ですね。大井町の武蔵屋出身だったかな、確かね。大井町の武蔵屋出身で、大井町の武蔵屋ってね、朝ラーやってるんですよね、あそこ。朝から食べる家系って結構良くて、で多分ね、スープもこうやっぱ朝からでもスッと食べれるようないい感じの濃度に調節してくれてるんですよね、大井町の武蔵屋。それすげえ印象的でした。あとなんかちょっと腹立つんですけど、全部スープ残してるのダメ。本当にうまいなら完食してください。二郎系ラーメン食ったことあるお前っていう話でした。はい。というわけでとかなんとか話してたら、手打ち連さんつきましたんで、すげえまだめっちゃ離れてる。結構新しいんですよね、まだまだ。早速釣りに行っちゃいましょう。レッツゴー。ちなみにね、手打ち連さんね、塩ラーメンがおすすめらしいですね。早速入店していきましょう。お願いします。さあ、手打ち連さん初見さです。今回は店主さんおすすめの塩ラーメン全部のせ、さらに卵かけご飯もプッシュしました。店内にね、しっかりと製麺所がありますね。ここで毎日麺を打ってるみたいです。店内の黒板には麺に使う粉の配合や返し、さらにお米のブランドまで手書きで書かれており、店主さんのお客さんに対する真摯な姿勢が垣間見えて嬉しい。実は今回パイウォーターのパイ青木さんに連れてきていただきましたが、やはり連さんでもパイウォーターが使用されている。実は今日もね、パイ青木さんの紹介でこの連さん連れてきてもらったんですけど、パイウォーターだから連れてきてくれたんですか？違います。違うそれは違うんですか？会社も近いんです。そうなんですね。行きやすい。それも違うんですけど。違うんかい。ちなみになんかパイウォーター結構芸能人の方とかも家に入れられてるって話聞いたんですけど、結構いろんな方が使っていただいて。それこそなんかこの間僕ラジオ出させてもらったんですけど、秋元康さんの家にも。そうですね。もう使っていただいて。すごいっすね。キッチンとシャワー。シャワーか。シャワー。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。こちらが手打ち連さんの全部のせ塩ラーメンと卵かけご飯です。ドホー。全部のせにしたのでトッピングはかなり充実しており、スープの表面の油の浮き方と濁り具合から重厚感が予想されるすする好みなビジュアル。塩ラーメンのあっさりというイメージを覆すがっつりしていそうな塩ラーメンって最高だよねと興奮しながらいただきます。なんか気のせいかもしれないけどレンゲが深い気がする。まずはスープ。うめい。塩だれは厳選した4種の塩にホタテの貝柱の旨味、さらにどんこも加えているとのことで、塩ラーメンなのに結構濃い色をしているのはこのどんこの影響とのこと。うまい。さらにこれ本当にホタテかっていうくらいしっかりと貝の旨味が広がり、ベースとなる鶏と豚のチンタンスープも全体をどっしりと大黒柱。嬉しいパンチでレッツゴー。ではお次に麺とご対面。これ麺すごいな。めっちゃ太い。奥太わしわし。めちゃくちゃすごいなこの麺。よっしゃすする。この麺ちょめい。麺うまっ。めちゃくちゃうまい。店内には加水率 40% 以上と書かれていて、高水麺といえばもちもち食感の方が上回ってくるイメージでしたが、ここの麺はそれとは違い非常に強いコシがある。今流行りの小麦粉もち姫を使っていながらも、もち姫特有の甘さは控えめで、それでいてもちもち食感はしっかりと感じられる非常に風味の良いうめえ麺。店主さんによって手切りされたからこそ出せるランダムな太さや、手もみすることによって出せる力強い縮れがビジュアル的にも非常にナイスです。スープは洗練された最先端を生きつつも、麺は手打ち手切りのアナログ方式であるところに過去と現在が交錯、パラドックスを感じます。パルデアの大穴で初めて轟く月を見た時に似た衝撃があります。いい感じで炙られたチャーシューがうまそうだ。チャーシューの量めっちゃ多いな。チャーシューは炙りの香ばしさも感じさせつつ、油がじゅんわりと染み出してうめい。ノーマルの方も柔らかくプルッとほどけるナイスな食感で、塩ラーメンの構成を邪魔しないレベルの高い美味しさ。後から気がつきましたが、銘柄豚を使用しているとの張り紙があり、これは豚のクオリティが高いのも納得です。それではいよいよ卵かけご飯いってみましょう。鰹節がかかっているのがポイント高し。提供される醤油をかけて食らってみましょう。のほん。やはり TKG は猫まんまスタイルがすする的には一番で、秋田小町を使用しているご飯も炊き加減ジャスト。鰹節入ってるスタイルめっちゃ好き。
お次に食らうワンタンはエビの風味をしっかり感じさせつつつるっとうまいもので充実したトッピング軍団に心が躍る。クライマックスは塩スープを TKG に掛け合わせれば飲めるようなうまさで、ここでも鰹節がいい仕事してくれるてな感じで、最後は黄身がトロットロの味玉をバッチリ食らって麺のクオリティの高さに敬意を表してスープを完飲すれば本日も完食です。大変美味しくすすれました。手打ち麺が流行っている東京で台風の目となりうるうまさ、今のうちに皆さんも堪能してみてはいかがでしょうか。それではごそれ。あ、ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあうまかったです、本当に。ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。はい、ごちそうさまでした。というわけで手打ち連さん行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。店主さんが塩の方がねおすすめということだったんで、塩ラーメンを特製トッピングで、さらにちょっとご飯物もねなんか食べたいなと思ったんでTKG をいただいたんですが、いや塩ラーメンのスープ結構ねキリリと塩味が強めで、もちろんベースとなるスープの味もあるんですけど、塩の旨味をねストレートに感じられるスープで、そして塩だれにはね貝柱も使用しているとのことで、結構ね魚介の風味もこう上がってくるような感じで、割とねシンプルな塩スープだったんですけど、その中でもやっぱね塩の旨味がね結構際立っていて、味わいもね結構パンチがあって、塩ラーメンはあっさりっていう概念がね結構崩れ去るようなスープでした。そしてね麺がめっちゃ美味しかったですね。なんか黒板にいろいろ書いてあったんですけど、加水率が 40% ぐらいとのことで、結構ね最近も超高水麺みたいな感じで 50% 以上とかのお店もあったりするんですけど、 40% ぐらいで適度にこうごわわし食感もありつつ、噛めばもちっとした力強い食べ応えで、あとね最近結構もち姫を使ってるお店の麺で、もう麺自体がね結構甘かったりするんですよ。本当になんかもち姫って本当にお餅みたいな味がするんですけど、でレンさんの麺はねもち姫を使ってるんですけど、麺が甘すぎなくてしっかりねもち姫が引き立て役にいるような感じで、もちもちとした食感はありつつ、麺自体の風味がねすごく良くて、麺めっちゃうまかったですね。あとチャーシューもなんかやけにうまいなと思ってたら、なんか帰りがけに銘柄豚みたいなのを書いてて、結構いい豚を多分使ってるんでしょうね。すっげえ美味しかったし、味付けも良かったです。なんか脂身の乗りとかもすげえ良かったです。豚めっちゃうまかったな。さらにね TKG もTKG 自体もめちゃくちゃシンプルな構成だったんですけど、卵黄に鰹節そしてご飯っていうオーソドックスな構成で、やっぱねご飯の炊き加減とかもなんかすごいちょうど良かったんですよね。最初ね醤油だけで TKG いただいて、もうそのシンプルな味わいでも十分だったんですけど、もう最後スープ入れて食べてみたらめちゃくちゃ良かったですね。あれ TKG もう最初からスープと一緒にいってもいいぐらいの感じでしたね。しっかりと塩の風味を立てたスープと力強い食感の麺の相性もバッチリで、いや非常にいい塩ラーメンでしたね。僕は結構好きでした。店員さん的にまだ醤油ラーメンおすすめではないみたいな雰囲気がちょっと出てたんで、今回塩ラーメンしましたけど、次回はねぜひぜひ醤油ラーメンもすすってみたいです。また麺でね、それこそ汁なしで混ぜそばとかなんかつけ麺とかあったらすげえ良さそうだけど、でも結構店員さんと店員さんのお母さんの2人でやってらっしゃったんで、さらにやっぱ手打ちっていうこともあって、こうなかなかやっぱ配数を用意するのが難しいってとこもあるんですけど、今後ねなんかもしそういった展開もあったらすげえなんか嬉しいなというか、で麺でつけ麺とか汁なしとかでちょっと食べてみたいなっていう、僕の個人的な願望なんですけどね、そういうのがあったらいいかなと思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、手打ち連さん、加水率高くても妥協はゼロや。マジで隙のないラーメンでしたね。麺がとにかくうまかった。